前回のあらすじ。列強国となった大韓帝国。1935年までは確かに北東アジアの覇権を握っていた。しかし1936年に入ると、1月には皇帝暗殺未遂、2月には第3次日本内戦に第2次北伐と、大韓帝国の周辺国に対する影響力は急速に衰退していったのである。最終的に第2次北伐と大韓帝国の影響力衰退が相まって、1937年には韓中戦争が勃発。当初3ヶ月で終結すると考えられていた戦争は想定を超える長期戦になり、1940年の8月に終結。これにより中華全域が大韓帝国の勢力圏になったが、これは同時に環太平洋の勢力均衡を望む米英と対立するということでもあった。アンニョン、ずんだもんなのだ。どうも満別花丸だよ。というわけで今回もザ・ラストエンパイア大韓帝国プレイの続きをやっていくのだ。前回は中国を倒して共栄圏の仲間にしたところまでだったな。そうなのだ。今や中国という不安要素を取り除けることができたし、次はいずれ来るであろう連合国との戦争に向けての準備を進めていくのだ。戦争が終わったと思ったらまた戦争の準備か。いつまで続けるつもりだ？まずは韓中戦争時に小銃が不足していたことから徴兵ができていなかった陸軍師団の徴兵を再開するのだ。ちなみにこのモッドでは徴兵できる師団の数が決まっているから、まずは140師団まで増やすのを目標にするよ。もしここの146師団を超えたらどうなるんだ？もし超えたら消費財工場のデバフがものすごい勢いで増えていって、建設と貿易が一切できなくなって積むのだ。怖っ。さらに生産面も構築し直すのだ。今までは小銃中心だったけど、ここからは戦闘機の方に注力していくよ。そういや今までろくに戦闘機作ってなかったな。そして今まで軍部のせいで選択できなかった国家方針も自分で選択できるようになったのだ。パート3にして初めての国家方針の選択だと。さらに太平洋では南鳥島からハワイ南西にあるジョンストン環礁に向けて強襲上陸を計画するよ。なぜハワイに直接上陸せずにその手前の島に行くんだ？ふふふ、まあそれについてはそのうちわかるのだ。何企んでるんだ？さらに東南アジアについてはフィリピンに強襲上陸を計画するよ。徹底的に近場から連合国を叩き出そうとしているな。それとこれは余談だけど、前回の動画で首相を辞任したいガンマが他首相の座に返り咲いていたのだ。何があったんだ？僕の全く知らないうちに首相の座に戻っていてびっくりしたのだ。お、南海イベントが来たな。ふむふむ、なるほど。どうやら皇帝が戦争などの不測な事態に備えて大韓党や民主党、新韓青年党などの全ての政党を非常事態策委員会にまとめて挙国一致内閣を作るように命じたとのことなのだ。これで戦争中に内閣が崩壊することもなくなるな。あ、ハナイ号事件が起こった。どうやら大韓帝国軍の戦闘機によってアメリカ国籍のパナイ号が撃沈されたようなのだ。とりあえず謝罪して丸く収めないと。あ、大韓帝国謝罪を拒否。あれ？そして大韓帝国の謝罪拒否に対抗してアメリカは ABCD 包囲網を構築したのだ。一番敵に回したらヤバい国を敵に回してしまったな。さらにアメリカは韓国資産の凍結も実施したとのこと。ぐぬぬ。極めつけは連合国全てが大韓帝国に対して禁輸を宣言したのだ。大韓帝国って石油とかボムを連合国からかなりの量輸入してるしヤバいんじゃ。それどころか連合国に対して商品を輸出して外貨を稼いでいたから経済も大打撃を受けるのだ。特に石油備蓄については深刻なのだ。連合国から石油が輸入できなくなって備蓄は平時で3年戦時で1年分しかないだと。いくらなんでもこれはひどすぎるだろ。今すぐこの問題を花丸解決する方法を考えないと。方法は一つだけあるよ。東南アジアに侵攻してゴムと石油資源を確保、その後アメリカを屈服させるという作戦なのだ。いや、それ本当にできるのか？特にアメリカ。たとえ東南アジアを制圧できたとしても大韓帝国とアメリカの国民総生産は10倍以上の差だぞ。まあまあ安心した前満別くん。そんなアメリカを一撃で戦意喪失させる秘密兵器の研究が現在国家を挙げて進行中なのだ。これは新型爆弾。アメリカもこの新型爆弾の研究をしているらしいし、先に完成させて使わないと。御前会議。首相官邸は日ごとにシワが増していく老人とその他腐敗した高官たちの集まりで構成されていた。その理由は言うまでもなく、アメリカ合衆国の経済制裁が解除される気配もなく、悪い見通しばかりが伝えられていたからだ。アメリカが我が国をこのように圧迫するのは南への進出を恐れているからではないか。皇帝が総理に言った。ガンは喉を鳴らして彼の言葉を聞き続けた。
中国での勝利は天の恵みによって得られたものだが、フランスとの友好関係を破り東南アジアへの進軍を実行したことは内閣のご判断だったな。アメリカとの関係が崩れるとは想像もしていなかっただろう。その言葉は正しいです。しかし、フランスが私たちの同盟国ドイツの攻勢で勢力を失った今、圧政に苦しむ東洋の友人たちを助けることは歴代皇帝の国是であったため、やむを得なかったのです。分かった。内閣の以前の決定にはこれ以上文句は言わない。では、今暴れ回るアメリカをなだめるためにはどうすべきか？合衆国と交渉を進めて、いや、アメリカがどれほど私たちに友好的なのか？その交渉が適切に成立しなければどうするつもりなのか？考えてみればわかるだろう。これで会議を解散しよう。結局、戦争しかないようだ。そして1941年12月8日、大韓帝国はアメリカ合衆国のハワイ、真珠湾を奇襲攻撃。アメリカ及び連合国と戦争状態になったのだ。ついに連合国との戦争が始まったな。そして戦争が始まった瞬間から時限式のリッションがスタート。15日後に南方作戦が始まって自動的に強襲上陸が始まるよ。後続手段の準備と心の準備をするのだ。南方作戦の進行度に応じて資源不足のデバフが弱まるっぽいことが書かれているな。逆に期限以内にフィリピンやオランダ領インドネシアを占領しないと大韓帝国側にデバフがかかるから注意なのだ。そうなのか。そしてついに南方作戦が開始。第1弾として英領マラヤに強襲上陸が始まったとのこと。早速英領マラヤを守っている植民地軍と交戦を開始。同時期にはフィリピンと太平洋の島々に対しての強襲上陸も進行中だぞ。フィリピンのルソン島北部に上陸成功。後続手段を急いで送るのだ。太平洋のウェーク島とジョンストン環礁にも上陸できてるよ。少々強襲上陸に使った師団数が多すぎたまであるな。開戦から1ヶ月後には英領マラヤが降伏。しかしそれと同時に大韓帝国は日本に最後通帳を突きつけたのだ。奴らは友好国徳川幕府を倒して挙げく連合国とつながり大韓帝国に害をなそうとしているよ。今こそ日本に侵攻して連合国を東アジアから追い出すのだ。日本に宣戦すると同時に大韓帝国軍は関門海峡を越えて中国地方に侵攻。さらに暮れにも大韓帝国軍精鋭12師団が上陸したのだ。日本軍は配置が間に合ってないから今のうちに京都まで攻め切りたいところ。四国の方も海峡を越えられそうだからそのまま大阪まで一気に攻めるのだ。旧式の装備した持たない日本軍は大韓帝国軍の敵じゃないな。一方の東北戦線も津軽海峡を渡って東北地方に侵攻。師団数が少ないながらも果敢に攻撃を加えて侵攻しているのだ。目指すは江戸。そして対日戦開始から1ヶ月経つと大韓帝国軍は京都近郊まで到達。あと一歩じゃん。しかしここに来て進行速度が大幅に減速してきたのだ。原因は日本の貧弱なインフラと日本列島の周辺海域で連合国艦隊が輸送船を沈めまくってるからなのだ。やばいじゃん。一部師団を朝鮮半島に戻して補給機令をなんとかしないと。でも海を渡るときに連合国の潜水艦でやばいやばい、日本が一斉に反撃してきたのだ。戦線が伸びきってるから分断されるぞ。案の定北陸で一部師団が包囲されたのだ。一部にしては規模が大きすぎる。さらにちょっと目を離しているうちに中国地方で15師団ほど包囲されたのだ。包囲したのではなく包囲されたんだ。ちょっとこれ以上は列島から追い出されかねないから後方に撤退して関門海峡で士気を固めるよ。1ヶ月で京都近郊まで攻め込んで1ヶ月で関門海峡まで戻されただと。全てはアメリカの通商破壊が悪いのだ。っていうか大韓帝国海軍はどうした？あいつらに船団護衛任務させればいいのでは？あいつらは南方作戦時にアメリカ海軍とぶつかって反壊したよ。
結局日本戦線はここでなんとか安定したのだ。列島から叩き出されなくてよかったな。一方の南方戦線は順調そのもの。完全に船団護衛を捨てた日本と違って連合国の通商破壊も少なく、植民地軍も精鋭大韓帝国軍と交戦するやいなや敵対しているのだ。圧倒的じゃないか我が軍は。カリマンタン島を占領した後スラウェシとスマトラ島に侵攻。これによりゴムと石油資源に困ることはなくなったのだ。そして南方作戦開始から1年経った43年2月には東南アジア全域を占領できたよ。こっちは順調そうでよかった。同時期の欧州ではドイツがレニングラードを占領。43年は枢軸国における大躍進の年になったな。ソ連崩壊も近いのだ。そして南方作戦が一区切りついたところで対日戦も切りをつけに行くのだ。南方戦線から帰還した精鋭陸軍と残存艦隊をかき集めて日本戦線に投入するんだな。そしてクレトマイズル、大阪に強襲上陸を立案するのだ。制海権はどうなのさ。全艦艇を列島周辺に集結させてなんとか緑になったのだ。いけ、一斉に強襲上陸開始。大阪は港周辺に上陸完了。クレの上陸作戦は抵抗なくして港を確保できたのだ。いいぞ。おお、山口の辺りで包囲できるか。中師団程度が包囲できたのだ。これ分かりにくいけど中国四国地方でも包囲できてるっぽいな。ここまで来ればもはや勝負は決したのだ。関東方面もじわじわ攻めていってるな。ちなみに日本の首都の京都だけど、京都を占領すると敵師団が湧きまくるから最後まで占領せずに残すのだ。せこい、せこすぎるぞ。それに中部地方が丸々包囲できてる判定だし侵略が楽なのだ。それじゃあ最後に京都を占領して対日戦を終わらせるのだ。結局日本も最後の最後まで降伏しなかったな。ということで1944年1月18日に日本降伏。ここまで本当に長かったな。で、この後はどうするんだ。この後は例の兵器が完成するまでインドを陸と海の両方から攻めていくのだ。例の兵器とな。国力10倍のアメリカを一撃で講和に持っていく最終兵器、原子力爆弾なのだ。進捗度は現在 94% か、時期に完成しそうだな。そして1944年の12月に核爆弾の研究が完了。それと同時に核爆弾の備蓄に一発追加された。よし、急いで大東亜戦争初頭で占領した太平洋の島からハワイに向けて核爆弾を投下しに行くのだ。そのためにわざわざジョンストン艦礁に強襲上陸してたんだな。さあさあ、投下の成功確率は 76%。一回核爆弾の投下の方法がわからなくて敗北してるから今度こそ成功させるのだ。いつも冷戦モッドしかやってない弊害が出てる。30日で投下作戦の立案ができるのだ。よし、30日経って投下できるぞ。早速作戦開始なのだ。これで戦争が終わるはず。ハワイに爆撃機が向かっている途中に欧州ではノルマンディー上陸作戦が開始。フランス解放に向けて連合国最大の作戦が始まったな。連合国のやつら、まさかこっから大逆転敗北するとは思わないだろうな。1945年1月29日、ハワイの真珠湾に原子力爆弾が投下。よかった、83% を外さなくて。欧州戦線でノルマンディー上陸作戦が成功し、戦争が優勢だと思っていたアメリカ国民だけど、今回のハワイ核攻撃を受けて民意は一気に大韓帝国との講和に傾いたのだ。約3年の戦争が終結したんやな。ハンスン条約で正式に連合国と講和、太平洋が再び平和になったのだ。Hätte ich meinem Anführer zugehört, ich wäre heute daheim. War jung und dumm, war ein Arm. 太平洋は平和になったけど、未だに欧州戦線はバチバチに戦ってるぞ。急いで義勇軍をドイツに送るよ。間に合うかこれ。まあ無理やり間に合わせたのだ。何をしたとかは聞かないでほしいのだ。スウェーンが降伏した。その後すぐにドイツは連合国とも講和したのだ。こうして第二次世界大戦は正式に枢軸国の勝利で終結したな。それじゃあ戦後世界がどうなったか見ていくよ。一体どうなったんだか。欧州にはドイツの新秩序、イタリアの地中海条約、ロシアのソビエト社会主義共和国連邦、アメリカとイギリスのトロント協定、極東の共栄圏なのだ。なんだこの TNO と TWR が混ざった戦後世界は。それじゃあ戦争が終わって NF が一新されたから、最後にこれを進めて戦後がどうなったかを見ていくのだ。大韓帝国は戦争に勝って栄光をつかんだはず。戦争に勝利して確かに栄光をつかんだ大韓帝国。しかし戦争が終わっても次は韓米独の冷戦が始まり、結局戦時と変わらない生活を市井の人々は送っているのだ。
真の点。帝国はガン首相と亡命皇帝のもとアジアに永遠不滅の平和をもたらしました。以前の帝国は明らかに崩壊寸前であり、社会主義者たちはストライキを扇動し、軍隊は政府を脅迫する混乱の時代でした。しかし古今東西を問わず二度と現れない偉大な統治者であるガン総理がこの全ての混乱を収束されました。この過程が違法だと指摘する者もいますが、それは何も知らない者たちの誹謗中傷に過ぎません。内部の安定に成功したいガン閣下の剣の先はすぐに広大な中原へと向かいました。2000年以上にわたり私たちの民族性を奪おうとした無知で残虐な中国人を啓蒙するために、その途中で多くの血が流れたものの暗黒の中原に光をもたらすための崇高な犠牲であったことに違いありません。困難がなかったわけではありません。日本の自称天皇と彼らの指示を受けた鬼畜米英が私たちの進路を阻んだ時は全てが終わったと思ったものです。しかし偉大な総理大臣閣下の指導と国民の献身のおかげで私たちはこれらを屈服させることに成功しました。それに対して不満を表明する者もいますが、それは鬼畜米英の扇動に過ぎないため無視しても構いません。もちろんこれら全てには代償が必要でした。共同墓地は満杯になり、食料品の価格は天井知らずで急騰しました。しかしそれは大した問題ではありません。人はいつだって死に物価が上がることもあるでしょう。国民たちは政府に対する批判の一言もなく、常に熱烈な歓声だけを送り続けているので、彼らもきっと幸せなのでしょう。はい、幸せです。そして大韓帝国を勝利に導いたいガンは首相を辞め、祖国をアジアの絶対的な覇権国にしたという歴史に残る偉大な肩書きと家族と共に幸せな余生を暮らしたのだ。あ、そうなんだ。まあもし本当に国内が幸せだとしても、占領下の国々では反乱の火種がくすぶっているよ。当然といえば当然か。この火種がいつか大反乱として大韓帝国に牙を向くことがないように願うばかりなのだ。次世代の大韓帝国の人が必ず何とかしてくれるさ。そういえば日本の天皇家はどうなったんだ。天皇家は日本が降伏する寸前にアメリカに亡命したのだ。ただ裕仁天皇に関しては日韓戦争終盤に行方不明になっており、現在は日本臨時政府が岸人天皇を立てて元号を平成にしているのだ。また皇族の中には総司会名をして日本に戻ってきた人もいるようだよ。日本奪還を目指す勢力もいれば現状に馴染もうとする勢力もいるんだな。最後に亡命皇帝こと陳。彼は越兵式の際の兵士の無機質さから現状の大韓帝国は本当に自分が望んだ国なのかを考えているようなのだ。陳は芸術面に明るい人だし、この機械的な国家に思うところがあるみたいだな。まあ今更手遅れだし、一度もそんなこと考えてなかった皇帝も思わず笑っているのだ。時計の振り子。まるで電話の嵐があったかのように、関城府の町には豊かさを象徴する音楽の響きと人々があちこち動き回る姿、そしてきらめく複数の電光掲示板が目と耳に飛び込んできた。スーツを着た男たちは時計を見ながら忙しそうに、まるで約束でもしたかのように走り去っており、家の屋根のあちこちに刺さった太極旗は風がそよそよ吹く中誇らしげに翻っていた。関城府から少し離れた工場では新しく就職したばかりの人々を教育しているのか、熟練工たちが新入社員に大声で指示を出しながら作業の方法を教えていた。夢中垂れながら涙がにじみ出そうになるのを我慢し、新入社員たちは熟練工たちの暴力的な言葉を真剣に聞いていた。ある熟練工は韓国人と明らかに異なる外見の者に対して理由もなく叱責を加えた。満州の遥か彼方の地でタバコを加えた男はため息をつきながら遥か故郷の土地中原を見つめていた。対局の勝利がもたらされたため故郷に戻るという思いはすでに捨て去っていたが、家族が生きているかどうかという疑問があった。もし行ってもまたこの満州の地に帰るのも難しいだろうと思い、それなら自分と同じ境遇にある者たちがいるこの土地の方がマシだろうと考えていた。タバコの味は男にとって特に苦かった。まだ燃え尽きていないのに床に投げ捨てて足で踏みつけた。地面が痛むまで踏みつけた男はすぐに狭い一室、自分の家に戻った。公園で感じる秋の風は冷たかったが清々しかった。風に巻き込まれて空中に舞い上がった落ち葉はまた別の風に巻き込まれて遠くへ飛んでいった。不思議なくらい空は広大で高く雲一つない。4月、晴れて涼しい天気だった。時計の鐘が13回鳴り響いていた。明るい光が世界中に降り注ぐだろう。このようにして大韓帝国の四国平天下へ向かった旅は長い道を歩んだ末、ついに終着点に到達しました。覇権という魅力的な宝石を握りしめたいという願望は全ての国家の夢で、
古代の中国大陸に存在したすべての王朝を制圧し、その勢力を衰えさせてから数千年の月日が流れ、ついに東方の国家は武力によってその地位を確立しました。しかし、終点だと思った時点は、また別の戦争の始まりでした。大戦争で血を流し、内臓を吐き出しましたが、新たな競争者たちはまた別の犠牲を要求しています。彼らの君主がこれを望んだものかと尋ねたなら、そうではないと答えることができます。彼らの臣民全員が望んだものかと尋ねたなら、これもまたそうではないと答えることができます。では、誰がこれを望んだのでしょうか。賢明な者は皆が勝つ盤面を築きます。愚かな者は皆が負ける盤面を築きます。しかし、卑劣な者は自分だけが勝つ盤面を築きます。そして私たちは卑劣な者の下にありました。炎と爆音が一時的に止んだ後、新たな秩序が定着しつつあります。大韓帝国の三都の一つである漢城では、アジア各地から集められた資源で作成された宝石を、彼らの王冠に一つずつはめ込んでいます。日本人、中国人、インド人、ベトナム人、さらには韓国人まで、巨大な帝国はこれら全ての人々を機械の部品のように運用しています。帝国が自らの全てを捧げて実現しようとしているものは、壮大ながらも価値のないものです。覇権という名の宝石のための旅路が本当に意味のあるものかどうかは誰も知りません。すべての人々は一瞬の栄光と民族、国家、皇帝の名前を歌います。しかし、それが良いことなのでしょうか。夢は管理です。しかし、夢ばかり見る者の体は、ゆっくりと死んでいくことを皆が知っています。